今日は雨の日でした。朝、私は早く起きました。しかし、外を見ると強い雨が降っていました。雷の音がとても大きく、稲妻も見えて怖かったです。空は暗くて寒かったです。だから午前中は家で過ごすことにしました。まず歯を磨いて顔を洗った後、家族のために朝ごはんを作りました。朝ごはんは簡単な料理でご飯と味噌汁、目玉焼きでした。家族と一緒に朝ごはんを食べながら温かいお茶を飲みました。雨の日は温かい飲み物を飲むのが好きです。私たちはお茶を飲みながら経済や社会、教育についてのニュースを見ました。その後、家の掃除をしました。今日は雨の日だったので、洗濯物は外に干さず、部屋の中に干しました。それからテーブルや椅子を拭いたり、床を掃除したり、トイレをきれいにしたりしました。音楽を聴きながら掃除をすると気分が良くなります。それから勉強をしました。英語の本を読んだり、ノートを書いたりしました。外はずっと雨でしたが、家の中は静かでとても集中できました。時々窓の外を見ながら雨の音を聞きました。雨の音は優しくて心を落ち着かせてくれます。昼になると冷蔵庫の中を確認しました。食材は少ししか残っていませんでしたが、料理を作るには十分でした。私は野菜炒めとアスパラガスの肉巻きを作りました。それからスイカも切ってお皿に盛りました。昼ご飯はとても美味しくて栄養のある食事になりました。昼ご飯の後、休みました。ソファで横になりながらスマホを見たり動画を見たりしました。ゆっくりした時間を過ごすことができました。午後になると雨が弱くなりました。私は外に出たいと思いました。ずっと家にいると退屈してしまいます。だから傘を持って外に出ました。外の空気はとてもきれいでした。雨の後で道や木々がいつもよりきれいに見えました。私はゆっくり歩きながら近くのスーパーへ行きました。そこで飲み物を買ったり、夕食のための食材を買ったりしました。スーパーではお米や鶏肉をたくさん買いました。野菜売り場ではキャベツ、大根、かぼちゃ、しいたけを買いました。また、エビや魚も買いました。雨の日はチョコレートを食べたくなるので、チョコレートを3枚買いました。雨の日の外は人があまり多くありませんでした。そのため、とても静かでした。私はその静かな雰囲気が好きです。寒かったですが、外を歩くのは気持ちよかったです。その後、家に帰りました。服が濡れてしまいましたが、大丈夫でした。家に帰ってからシャワーを浴びてゆっくり休みました。夜になると
私は家族と一緒に夕ご飯を作りました。キッチンで野菜を切ったり、スープを作ったりしました。家族と一緒に料理をするととても楽しいです。料理が完成した後、みんなでテーブルに座ってゆっくり夕ご飯を食べました。今日あったことを話しながら食事をする時間はとても大切だと思います。雨の日でも家族と一緒に過ごすと心が温かくなります。夕ご飯の後、私は皿を洗いました。キッチンをきれいにして家族の手伝いをしました。その後、家族と一緒にリビングでテレビを見たり、いろいろな話をしたりしました。今日の出来事や仕事、学校のことについて話してとても楽しい時間を過ごしました。その後、自分の部屋に戻って友達とフェイスタイムで話しました。久しぶりに友達と話すことができてとても嬉しかったです。お互いの近況を話したり、一緒に笑ったりして時間があっという間に過ぎました。寝る前には音楽を聴いたり、本を読んだりしてリラックスしました。雨の日はあまり好きではありませんが、今日はとても良い一日でした。家でゆっくり過ごす時間もあり、午後には外の新鮮な空気を感じることもできました。雨の日でも楽しく充実した時間を過ごすことができるとわかりました。また、こんな一日を過ごしたいです。今日は雨の日でした。朝、私は早く起きました。しかし、外を見ると強い雨が降っていました。雷の音がとても大きく、稲妻も見えて怖かったです。空は暗くて寒かったです。だから午前中は家で過ごすことにしました。まず歯を磨いて顔を洗った後、家族のために朝ごはんを作りました。朝ごはんは簡単な料理でご飯と味噌汁、目玉焼きでした。家族と一緒に朝ごはんを食べながら温かいお茶を飲みました。雨の日は温かい飲み物を飲むのが好きです。私たちはお茶を飲みながら経済や社会、教育についてのニュースを見ました。その後、家の掃除をしました。今日は雨の日だったので、洗濯物は外に干さず、部屋の中に干しました。それからテーブルや椅子を拭いたり、床を掃除したり、トイレをきれいにしたりしました。音楽を聴きながら掃除をすると気分が良くなります。それから勉強をしました。英語の本を読んだり、ノートを書いたりしました。外はずっと雨でしたが、家の中は静かでとても集中できました。時々窓の外を見ながら雨の音を聞きました。雨の音は優しくて心を落ち着かせてくれます。昼になると冷蔵庫の中を確認しました。食材は少ししか残っていませんでしたが、料理を作るには十分でした。私は野菜炒めと
アスパラガスの肉巻きを作りました。それからスイカも切ってお皿に盛りました。昼ご飯はとても美味しくて栄養のある食事になりました。昼ご飯の後、休みました。ソファで横になりながらスマホを見たり動画を見たりしました。ゆっくりした時間を過ごすことができました。午後になると雨が弱くなりました。私は外に出たいと思いました。ずっと家にいると退屈してしまいます。だから傘を持って外に出ました。外の空気はとてもきれいでした。雨の後で道や木々がいつもよりきれいに見えました。私はゆっくり歩きながら近くのスーパーへ行きました。そこで飲み物を買ったり、夕食のための食材を買ったりしました。スーパーではお米や鶏肉をたくさん買いました。野菜売り場ではキャベツ、大根、かぼちゃ、しいたけを買いました。また、エビや魚も買いました。雨の日はチョコレートを食べたくなるので、チョコレートを3枚買いました。雨の日の外は人があまり多くありませんでした。そのため、とても静かでした。私はその静かな雰囲気が好きです。寒かったですが、外を歩くのは気持ちよかったです。その後、家に帰りました。服が濡れてしまいましたが、大丈夫でした。家に帰ってからシャワーを浴びてゆっくり休みました。夜になると私は家族と一緒に夕ご飯を作りました。キッチンで野菜を切ったり、スープを作ったりしました。家族と一緒に料理をするととても楽しいです。料理が完成した後、みんなでテーブルに座ってゆっくり夕ご飯を食べました。今日あったことを話しながら食事をする時間はとても大切だと思います。雨の日でも家族と一緒に過ごすと心が温かくなります。夕ご飯の後、私は皿を洗いました。キッチンをきれいにして家族の手伝いをしました。その後、家族と一緒にリビングでテレビを見たり、いろいろな話をしたりしました。今日の出来事や仕事、学校のことについて話してとても楽しい時間を過ごしました。その後、自分の部屋に戻って友達とフェイスタイムで話しました。久しぶりに友達と話すことができてとても嬉しかったです。お互いの近況を話したり、一緒に笑ったりして時間があっという間に過ぎました。寝る前には音楽を聴いたり本を読んだりしてリラックスしました。雨の日はあまり好きではありませんが、今日はとても良い一日でした。家でゆっくり過ごす時間もあり、午後には外の新鮮な空気を感じることもできました。雨の日でも楽しく充実した時間を過ごすことができるとわかりました。また、こんな一日を過ごしたいです。